こんにちは、パステル画家の辻啓太です。今回はカラーペーパーの使い方です。パステル画ではカラーペーパーをよく使いますが、色の選び方や使い方に苦労している人も多いです。そこで今回その基本的な考え方を実例をたくさん使って解説してみました。カラーペーパーを使いこなせるようになると絵のレベルがワンランクアップします。この動画を見てカラーペーパーを扱うコツを身につけていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。これはマーメイド紙という紙のスケッチブックタイプのものです。ここにはいろんな色の紙が入っています。パステル画の紙ではこういう形式が多いです。このマーメイド紙もそうですが、パステル画では表面に凹凸のある紙をよく使います。こんな感じでいろんな色があります。基本的には淡い感じの色が多いです。いわゆるパステルカラーと言われるような色ですね。派手な原色などは使うにはちょっと難しいので入っていません。これは僕が実際に描いた絵です。周りを見てもらうと分かるように薄い茶色の紙に描いています。見にくいとは思いますが、色がついてなくて紙の色がそのまま見えている部分も多いです。全部塗りつぶしてしまえば紙の色はほとんど関係ないのですが、紙の色を残すことで紙の色を生かした表現が可能です。こちらは薄いグレーの紙を使いました。空は塗りつぶしていますが、海の部分は紙の色が見えているところもあります。見えている部分が薄いグレーなので、海の色はやや落ち着いた感じの色調になります。薄い茶色や薄いグレーなどは無難な色なので比較的使いやすいです。あと紙の色に近い色を塗ることはあんまりないです。塗っても目立たないですし、あまり必要性はないと思います。今度は白い紙に描きました。実は白い紙に描くのは少し難しいと思っています。色のついてない部分は白いので全体的には明るくなりますが、白の部分が鮮やかすぎて明るい色を目立たなくしてしまいます。特に風景画においてはそのあたりが難しいと感じています。ただし背景をあまり描き込まない人物が花の絵なら白い紙でも問題ないです。簡単に描き比べてみます。白い紙にレモンイエローを塗ります。今度は暗い茶色の紙です。暗い紙の方が明らかに黄色が目立ちます。違う色を入れてみます。暗い色は白い紙だと目立ちます。同じように描いても紙の色が違うだけで全く違った印象になります。多くの人にとっては明るい色が目立つ暗めの紙の方が最初は描きやすいと思います。今度は花を描きます。薄い黄色の紙に黄色の花を描きます。今度はグレーの紙です。黄色自体はグレーの紙の方が目立ちますが、絵としては左の方が僕は好きです。左のように同系色を合わせても暗い色とコントラストをつけてももちろん何も問題はないです。これは好みの問題ですね。もう少し書き込めばまた違う印象になります。今度はパステルを指で伸ばしてグラデーションを描きます。この時の注意点として濃い紙の色はなるべく使わない方が良いです。なぜかというとパステルを指で伸ばすということは色のつき方としては薄くなるので紙の色が透けてしまいます。そうなると綺麗なグラデーションにならない可能性があります。こんな感じで紙の色が少し透けます。なのでグラデーションをメインに描くときは色の薄い紙を使う方が無難です。僕の実際の作品です。夕焼けのグラデーションがメインの絵なので薄いピンクの紙を使いました。これだと紙の色は透けません。その分地面は紙の色が見えないように完全に塗りつぶしました。今度は空をいろんな紙に描いてみます。青っぽいグレーの紙です。使うのは全部マーメイド紙です。
な感じです。今度は薄いピンクの紙です。色のついてない部分の紙の色が目立ちますね。比べると分かりやすいですね。今度は黄色がかった茶色の紙に書きます。サフランという色です。こんな感じになります。今度は赤い紙に書きます。原色に近い鮮やかな色です。紙の赤い部分が結構目立ちます。これはこれで面白いのですが、鮮やかな色同士だと画面が派手になりすぎることもあるので、使うにはある程度の経験が必要です。4枚を比べてみます。どれが一番好みでしょうか。どれが良いのかという正解はないです。塗りつぶすことで調整もできます。この4枚の紙の中で僕が空をメインとした絵を描く場合、明るい空なら左下の明るいピンク、暗い空ならグレーの紙を使うと思います。グレーだとちょっと面白めに描けると思えば、右上のサフランも使いますね。赤は鮮やかな夕焼け空を描くときなら使うかもしれません。ただ僕も基本的には無難な色しか使ってないです。メインは色を塗ることなので、紙の色を考えすぎるのには注意しましょう。ある程度の基本的な考え方を知っていれば、それで十分だと思います。もう一度お見せしますが、こんな感じの風景画を描くとき、明るすぎない茶色系の紙をよく使います。もう少し暗い色を使うこともあります。その時に紙の色を残すことで生まれる味わいが僕は好きです。あと塗らない部分があるということで、絵が早く仕上がるのも利点です。これも森の絵ですが、もう少し暗い茶色の紙を使いました。暗い色の紙を使う分、明るい部分を目立たせるように描いています。一度明るい紙を使って描いてみます。比べると違いがはっきりします。描くのは先ほどの白樺と紅葉の絵です。ざっくりとですがこんな感じです。色のついていない紙の部分が目立ちますね。
2枚を比べます。かなり違った雰囲気ですね。もちろん好みはあるのですが、僕は左の茶色の紙に描いた絵の方が好きです。落ち着いた色調になっているのは紙の色の影響が大きいです。最後に僕の実際の作品が何色の紙を使っているかお見せします。先ほどの白樺の絵と同じサフランという薄い茶色の紙を使っています。かなり細かいですが紙の色が見えます。今度は薄い黄色の紙を使っています。卵色になります。ピンクと水色の湖には黄色が合うと思ったのと、明るい感じの絵にしたかったので使いました。結構どんな絵にも合う使いやすい色だと思っています。今度は薄いピンクです。ペールピンクという色です。ひまわりが黄色なので、先ほどの卵色よりピンクの方が面白いと思って使いました。同系色の紙もよく使うのですが、その場合紙の色は暗い色にします。つまりひまわり畑を描くときにサフランの紙は使うのですが、それだと空が少し暗い感じになるので、この絵の場合はペールピンクを使いました。ペールピンクの紙もよく使います。グレー系の明るい色も使いますが、絵全体のサイドがやや落ちるので無難な色ですが、この絵には向かないと思いました。こちらは薄いグレーの紙を使いました。ミストグレーという色です。僕の場合、海の絵や暗めの寒色系の絵に主に使います。グレーにはサイドを落とす効果があるので、紙の色を残すことで落ち着いた感じの絵になります。白よりは使いやすい色だと思います。ただ僕のスタイルとして色鮮やかな絵が多いので、そこまでよく使いません。この絵もミストグレーの紙を使いました。こういう絵の場合は黄色やピンクよりグレー系が使いやすいと思います。あと今まで触れてこなかった黒い紙についてですが、僕はほとんど使いません。ただチョークアートのように黒のボードに描く絵もありますし、僕はもし紙に描くなら凹凸の少ない紙に黒を背景として描くと思います。このあたりは人それぞれのスタイルだと思います。最後にまとめです。紙の色は基本的には色がつかずに紙の色が見えている部分を意識して選びます。その場合、原色系の派手な色はちょっと扱いづらいと思います。扱いやすいのはパステル調の淡い色の紙です。色で言えば黄色、ピンク、茶色、グレーなので、僕もほとんどこれらの色を使います。紅葉や桜、森林などを描く場合、やや暗めの茶色も僕はよく使います。パステルを指で伸ばしてグラデーションを作るときは、濃い色だと紙の色が透けることがあるので気をつけましょう。白や黒の紙は明暗が強いので、各題材によっては使いづらいことも多いです。今回はカラーペーパーの使い方に関して解説してきました。使い方に正解というのはないのですが、うまく使えると表現の幅が広がります。白ばかりでなく、いろんな色の紙を試しに使ってみることをお勧めします。紙に関しては色だけじゃなく種類もとても大切です。紙の特徴や選び方を解説した動画もありますので、合わせてご視聴ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。これからも絵に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画をお楽しみに。